日まで。私の忍者先生。どこだ？どこにいる？小太郎探偵のお出ましか。どんな手段を使ったのかわからないが、無駄足だったな。貴様は誰だ？逃げるとは卑怯でござるぞ。逃げるのではない。遊べる相手が他にいるだけだ。くそ、逃げ足の速い連中だな。もしかしたら逃げ足よりあいつを逃がすだけの駒なのかもしれないでござるな。もうこの場所には用事はないでござるので、逆に事務所が心配だ。戻るでござる。この辺りでは見かけない女の人だったな。あ、そうだ。これがポストに入ってたでござる。間違いなく今回の依頼者の手紙だろうが、どんな依頼内容なのか。第31話依頼内容。今回の依頼が最近の出来事と関連があるのか。先生、なんか私、ドキドキしてきて仕方ないので、お茶を入れてきます。それなら、みんなが揃ってる時に依頼内容を読みますので、今のうちにトイレとか済ましておいてください。先生、わかりました。招き、あんたも怖がりなんだから、トイレに行っときなさいよ。なんだかだねん。くのいちが初めの怖がりだったくせして、私をネタにするとは。最近の出来事は、今までとは何か違う気がする。探偵が出向いて、解決や報告をするのではなく、相手から先に恐怖を与えられるとは。くのいちさん、実は私も小太郎探偵の一員になっての初依頼で緊張してますわ。闇野さん、平気ですよ。しっかりと先輩の私がフォローしますし、緊張したら深呼吸ですよ。くのいちさん、緊張の言い出しっぺはあなたでしたのでは。なあ、影丸。招きちゃん、どうかしたでござるか。私はいつも、この事務所の留守番で、寝泊まりしてるけど、後ろのベッドは、私が使うから取らないでほしいなん。なんだ、そんなことか。拙者は、どんな場所でも寝れるし、招きちゃんの居場所は奪わないでござるよ。それなら安心したにゃん。これでも、伊賀猫の可愛いレディーだからね。伊賀での依頼で知り合った仲ですが、ここまでみんなが理解し合って、良い仲間になれたのは、伊賀での依頼のおかげですね。先生、お待たせしました。闇野さんと今後の過ごし方とか雑談も交えてたらリラックスできました。くのいちさんは、この探偵事務所には必要な方ですので、依頼内容は共有しなければならない存在ですのでよかったです。小太郎さん、私から一つ提案があるのですが、よろしいでしょうか。闇野さん、どうぞ。闇野さんも、影丸も、すでにこの事務所では共に働く仲間ですので、提案や意見は言ってくださいね。それでしたら遠慮なく。私は伊賀では生活のためもあり、スーパーで接客の仕事をやってました。その際での話す行為では、落ち着いている、話してると安心できる、などと言われたりもしました。確かに、拙者とは違い、闇野は落ち着いて何事もできるのかもしれないな。何でもってわけではありませんが、その長所を生かして何かのお役に立てることができたらと考えました。
そうですね。それなら早速ですが、手紙を読むのをお願いしましょうか。あとは、今ひらめいたのでは、電話の対応や調査の聞き込みなどですかね。それは私としても助かります。私が電話に出ると、慌てたり、怒ったりと感情的になってしまうので。よくそんなので、今まで仕事が取れてたのが不思議だにゃん。くのいちと比べれば、私の方が、電話対応だって、留守番だって得意だにゃん。こら、バカ招き。あんただって同じでしょ。もしもしだにゃん。って何よ。まあまあ、二人とも落ち着いて。それなら闇野さんにしばらくは、今お願いした業務をお願いしますね。わかりました。これで私も9都心に来て、小太郎探偵でお役に立てることができそうで、よかったですわ。それなら早速、依頼の手紙を読み上げますわ。小太郎探偵の皆さん、この度は名乗りもせず依頼をお願いして申し訳ない。なんだ、依頼者は自分の名前すら名乗れない身分なのか。お兄様は静かにお願いします。あ、すまない。早速ではありますが、依頼内容というのは、ある人物を見つけ、指定の場所まで連れてくるまでを依頼とお願いします。写真が中に入ってます。確認をしてください。確認できましたかな。その人物を見つけてください。この人物、先ほどのものになんとなく似ているぞ。小太郎、さっき顔はよく見えなかったが、写真の人物に雰囲気が似てないか。僕も今、それを感じてましたよ。もし同一人物であるなら、依頼との関連性がありそうですね。話はよろしいですか。続きを読みます。その見つけてもらう人物の名前ですが、服部善三、甲賀の里出身で、服部半蔵の末裔です。なんだと。なんだそりゃ。超有名人じゃないかよ。それなのに見つけたり捕まえたりできないものなのか。私が知ってる情報では、彼が何を目的にしてるのかわかりませんが、裏組織を束ね、人様に迷惑をかけながら、ビジネスと呼べない金稼ぎをしてる。そのぐらいしか私の知る情報はありません。この者を捕まえ、甲賀の里まで連れてくるまでを依頼としてお願いいたします。手紙の内容はこれで全てになります。闇野さん、さすがでした。丁寧な読み上げなどはお見事です。ですが、この手紙の内容からして、先ほどの忍者は甲賀のものなのかもしれませんね。なあ、小太郎。甲賀忍者っていうのはあまり表には出てこないと聞いたことがあるが。僕も以前にそう聞いたことがある記憶があります。ですが、甲賀の忍者は仲間意識が強く、仲間のためなら自分を犠牲にするとも聞いたことがあります。それと頭が良く、何をやれば、誰を助ければ、その後仲間が平和で過ごせるかなども計算してるとか。ですが依頼では、この服部善三という人物を捕まえ、甲賀の里まで連れて行く内容ですので、今はこの善三を見つける手がかりを探して動きましょう。でも、先生、なんで、この依頼の手紙が届く前に、その善三さんは小太郎探偵って分かっていたのでしょうね。そうですね。普通考えられるとしては、密告者がいるのか、忍者が忍びで依頼者の関係に潜んでいるのか。それと、組織がでかいなら、用心棒や忍者で、この事務所を攻めてきたりしたら、かなり状況はまずくないか。確かにそういう考え方もあるとは思いますが、なぜか僕には、探偵事務所を潰そうとかには思えないのです。なんで、そう言い切れる。すでに招きちゃんや、くのいちさんも狙われているんだぞ。二人が狙われたのは確かですが、
この善蔵は、潰すことよりも手を引かせるために指示を出した。それを、末端の指示を受けた人物が、理性を抑えられなく、乱暴な行為を考えたと僕は思ってます。確かにあの時は、怖い思いをしたけど、指示は事務所を荒らすって話してたにゃん。でも、用心棒の一人が理性を抑えきれてなくて、それに私も、事務所を守るために攻撃したのもあって、結果おとなしくさせられたにゃん。そうでござるな。どちらにせよ、あの時の招きちゃんは、ピンチでござった。まあみんな、暑くなると疲れますから、一度休憩を入れますか。闇野さんとはしばらく一緒の暮らしになるのですし、帰ったらでもいろいろと話して決めましょうね。くのいちさん、突然勝手に来てお邪魔することになってしまい、本当にすみません。闇野さんは何も謝ることはないですよ。私があの時に食べられなかったのは闇野さんのおかげですし、感謝してます。なあ、影丸。今度から留守中の電話はどっちが出るにゃん。それはできたら、招きちゃんにお願いしたいでござるかな。これでも、拙者は口下手で、不器用でござるから。なんかさっき、くのいちに言われて、語尾のなんが気になって、少し落ち込みそうだなん。招きちゃんは猫だから、なんて言葉は自然だし、気にすることはないでござるよ。多分、拙者が電話に出ても、語尾にござるが出てしまうでござるからな。そっか、そうだよね。これからも全力で、やんを言うなん。みんな打ち解けて、良い空気が事務所内に感じて安心しますね。でも、今回の依頼は、過去にないほど複雑で、謎が多く、どこから始めて善蔵にたどり着くことができるのか。それと、あの時の女性は、善蔵とはどんな関係で、なぜ善蔵を止めたがっているのか。先生、ちょっと良いですか？闇野さんと話していて思ったのですが、善蔵さんの組織って、あまり良いことはしてない組織だと思うのです。僕もそれは感じてます。ですが、どこから始めるか悩んでます。そのスタートのことですが、犯罪者とか良くないことをしてる人って、その場所にいるとかって言うではないですか。それなので、先生が撃退した時は、旧都心の駅でしたので、また、そのあたりに現れたりしませんかね。くのいちさん、ナイスアイデアです。ある程度の地理を理解してたり、ターゲットを探しやすい場所に居座ったりしますからね。でも、くのいちさんは一度、怖い思いもしてますし、無理に捜査の先導に立たなくても良いのですよ。そこは平気です。闇野さんにも一緒に来てもらいますし、先生は顔を知られてるので、追加で影丸さんにも護衛をお願いしますので。僕の予想では、人女は善蔵の護衛でしかいないと思うので、それで試してみますか。小太郎さん、お兄様にも説明して了解をもらってきました。ですので、散歩も兼ねて、旧都心駅の付近で盗撮犯を探してみますわ。たまには小太郎さんもゆっくり待っていてくださいませ。光と影が織りなすバラード、時計の音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音、やり直すなんてバカな話ね。今手のひらを握りしめて私は泣かない。光と影が織りな
音が揺れて夜空へと静寂に響く冷たい風の音やり直すなんてバカな話ねもう一度会いたかった私は泣かない